中国の話です。上海の地下に、今もそれは残っています。コンクリートの壁に、無数の指の跡が刻まれた部屋。数えようとしたけれど、途中で止めました。多すぎて、数えることが怖くなったから、私はその部屋に、一人でカメラを持って立っていました。かつての日本統治時代、上海の疎開地帯の地下には、拷問に使われた施設が存在していました。歴史の記録に残る場所。でも、訪れる人間はほとんどいない。廃墟になったその建物の地下に降りていったのは、記録として残したかったからです。天井は低く、空気は湿っていました。カメラのファインダー越しに見る壁は、どこか違って見えました。傷だらけの壁、引っかかれた後、叫び声が聞こえそうなほど、静かな場所でした。シャッターを切ろうとした、その瞬間でした。天井の方から、何かが降りてきた。冷たかった指の感触がありました。私の手首をはっきりと掴んだんです。振り返っても誰もいない。でも掴まれた感覚は消えなかった。その後カメラを確認するとシャッター音が逆再生されていました。何度も何度もまるで何かが戻ってこいと言っているように、あの部屋にまだ何かが残っている。そう確信したのはその時です。でも会議はその地下室だけでは終わりませんでした。上海から帰国した後の私の日常にまで続いていたんです。私は旅と記録が好きな普通の一人の人間です。仕事はフリーランスの映像ディレクター。カメラを持って誰も撮っていない場所を記録することにずっと魅力を感じてきました。2026年3月、私は上海に来ていました。目的は廃墟となった旧疎開地の撮影です。かつてのフランス疎開や共同疎開の面影が残るこのエリアには、表通りからは見えない、いくつかの忘れられた場所が存在します。その日の朝は、ごく普通の一日でした。ホテルの窓から見える上海の空は、薄曇りで、少し肌寒い。朝食にはワンタンスープを頼んで、ゆっくりと地図を広げました。その日に向かう予定の場所の名前を手帳に書き留めました。日本占領期に使われたとされる。地下の施設跡、地元の研究者から非公式に場所を教えてもらっていました。撮影したいなら一人で行くべきだ。複数人ではあの場所の空気が変わる。と、その研究者は静かにそう言っていました。意味がその時はよくわかりませんでした。午後になって私は一人で路地に入りました。古いコンクリートの建物の裏手にある錆びた扉、そこが入り口でした。カメラのバッテリー残量を確認して、録画ボタンを押す。いつもと同じ、作業の流れです。でも、地下への階段を一段降りるたびに、空気の質が変わっていくのを感じました。湿っている、冷たい、そして、妙に静かです。地上の喧騒が、まるで別の世界のことのように、遠ざかっていく。その時はまだ、それを、雰囲気、だと思っていました。ただの廃墟の、ただの地下室だと。でも、あの部屋の扉を開けた瞬間から、私の普通の撮影は終わりを告げたんです。扉を開けた瞬間、最初に気づいたのは匂いでした。カビではない、錆でもない、もっと古い、もっと重い何かが、鼻の奥に張り付いてくる感覚。それは土の匂いに似ていましたが、どこか違いました。湿った石と、長い年月が閉じ込めた空気が混ざったような、そういう匂い。私はカメラを構えながら、部屋の中へ足を踏み入れました。IMG、地下室の入り口、暗く狭い通路、古びたコンクリートの壁、次に気づいたのは、温度です。地下に降りてきた時点でも十分に寒かった。でも、この部屋だけは、それとは明らかに違いました。皮膚の表面が、すっと引いていく感覚、体の内側から温度が奪われていくような、そういう冷たさです。エアコンなどない、換気口も見当たらない。それなのに、空気が動いていました。ほんのわずかに。でも確かに、私は最初、それを地下特有の気流だと思いました。古い建物にはよくあることだと、自分に言い聞かせながら、撮影を続けました。そして三つ目、音です。静かなはずなのに、静かではありませんでした。耳を澄ますと、壁の向こうから何かが聞こえてくる気がする。言葉ではない。足音でもない。爪で、コンクリートを引っかくような。そういう音が、ごく小さく、断続的に続いていました。私はカメラのモニターを確認しました。音声レベルのメーターが、
微妙に揺れています。取れている。この音が、確かに取れていました。でも、その時の私はまだ、判断を保留していました。廃墟にはよくある。動物かもしれない。気のせいかもしれない。そうやって、全部を説明できることの中に押し込もうとしていました。それが崩れたのは、壁に手を向けてズームした。その瞬間のことです。ズームした。その瞬間、私の手が止まりました。壁の表面に無数の筋が走っていました。最初は、ひびだと思っていました。古いコンクリートが割れた。それだけのことだと。でも、ズームレンズを通してみたそれは、ひびではありませんでした。爪痕でした。人間の指の爪が削り取った跡が壁一面に刻まれていました。上から、下から、横から、斜めから、方向がバラバラで、深さもバラバラで、それでも全部、同じ形をしていました。必死に何かを掴もうとした人間の痕跡。私はカメラを構えたまま、動けませんでした。その数が、尋常ではなかったからです。数えようとして、やめました。100では、効かない。もしかしたら、1000を超えているかもしれない。この地下の部屋で、一体何人が、この壁を爪でひっかいたのか。その問いが頭に浮かんだ瞬間、空気が変わりました。音が、なくなりました。さっきまで聞こえていた、どこかから滴る水の音。それが、ピタリと止まったのです。静寂というより、何かが息を潜めているような感覚でした。私は、ゆっくりとカメラを引きました。フレームを広げて、部屋全体を映そうとしました。その時です。モニターの端に、映ってはいけないものが映りました。白い、細長いもの、天井の隅から、まっすぐ下に向かって伸びている。それが、私は最初、配管だと思いました。でも、配管は動きません。それは、ゆっくりと、確かに、動いていました。私の腕の方へ、体が、固まりました。頭では逃げろと言っているのに、足が言うことを聞かない。カメラだけが、無情に回り続けていました。その時です。天井から、何かが降りてきていました。細く、白く、ゆっくりと、私の腕の方へ、確かに近づいてくる。私はカメラを持ったまま、動けませんでした。次の瞬間、冷たいものが、私の手首に触れました。指の形をした。それが、一つ、二つ、三つ、しっかりと、絡みついてくる。人間の体温ではない。石の冷たさでもない。それは、もっと深いところから来る、冷たさでした。私は声を上げることもできず、ただ、その感触を受け止めていました。カメラの液晶が、白く飛びました。真っ白になった画面の中に、一つの顔が映りました。輪郭だけの、顔。目も、鼻も、口も、はっきりしない。なのに、確かに、こちらを向いていました。私と、目が合いました。その瞬間、全身の血が下に落ちる感覚がしました。恐怖ではなく、悲しみでした。その目は、怒っていなかった。ただ、じっと、私を見ていた。何かを、伝えようとするように。そして次の瞬間、音がしました。私の名前でした。日本語でも中国語でもない。それなのに、確かに私の名前だった。地下のコンクリートが、その音を吸い込んで、消えていきました。手首の冷たさだけが、まだそこに残っていました。私はその後、どうやって地上に出たのか、覚えていません。気づいた時には、上海の灰色の空の下に立っていました。震える手で、カメラを確認しました。録画は、続いていました。でも、私の名前が呼ばれたあの瞬間だけ、音声が完全に消えていました。映像は残っている。なのに、音だけが、なかった。まるで、聞かせてはいけないと、誰かが消したように。その夜、私はホテルの部屋に戻りました。シャワーを浴びて、布団に入りました。眠れるはずがなかった。でも、もっと怖いことが、その後に起きました。日常の中に、それは入ってきた。ホテルの部屋は、静かでした。エアコンの音だけが、低く響いていました。私はベッドの上で、天井を見つめていました。目を閉じると、あの地下室が浮かびます。コンクリートの壁、無数の指の跡、そして、あの冷たい感触、眠れないまま、夜が明けました。翌朝、私はいつも通りの行動をとろうとしました。コーヒーを入れて、荷物を整理して、日常に戻ろうとしていた。でも、それは許してくれなかった。
まず、気づいたのは音でした。スマートフォンの通知音が一瞬だけ逆再生されたんです。はじめは気のせいだと思いました。疲れているから、と自分に言い聞かせた。でも、同じことがまた起きました。夕方、録画データを確認しようとパソコンを開いたとき、ファイルを再生する前に、スピーカーから音が出たんです。私は、まだ何も操作していなかった。それは、シャッター音でした。地下室で鳴っていた、シャッター音。しかも、それは逆向きに流れていた。背中が、凍りつきました。部屋の中を見渡しました。誰もいない。当然、誰もいるはずがない。でも、空気が違った。地下室と、同じ匂いがした。古いコンクリートと、湿った土の匂い。窓は閉まっていました。換気などしていなかった。なのに、その匂いは確かにそこにあった。私は立ち上がれませんでした。膝が、震えていた。その時、ふと気づいたんです。上海を離れてから、ずっと、瞬間から、私は一人じゃなかったのかもしれない。と、地下室で何かを連れてきてしまったのか、それとも、最初からずっと、そこにいたものが、私についてきたのか、答えは、まだわかりませんでした。でも、もうすぐわかることになります。それが何者なのか、なぜ私を選んだのか、答えは、意外なところから来ました。上海から帰国して、3日目の夜のことです。地下室で撮影した映像を、もう一度最初から見直していたんです。1時間以上かけて、コマ送りで、その時、気づいたことがありました。壁に刻まれた無数の指の跡、その中に、一つだけ、違う形のものがあったんです。他のものは爪で引っかいたような、必死の痕跡でした。でも、その一つだけは違った。まるで何かを、書こうとしているような、文字の形に、近かった。拡大して、何度も見返しました。それは、日本語でした。まだいる。たった4文字。コンクリートの壁に、爪で刻まれた4文字。私は、画面から目が離せなくなりました。その文字を刻んだのは誰なのか、なぜ日本語なのか、調べました。当時その場所に収容されていた記録を、片っ端から調べました。すると、一人の名前が出てきました。日本人の、若い女性、通訳として連行され、そのまま消息を絶った人物。記録には、行方不明、とだけ書かれていました。遺体も、見つかっていない。彼女は最後まで、地下室にいたはずでした。そして、誰にも見つけてもらえなかった。だから、残ったんだと思います。誰かに気づいてほしくて、まだいる。と、壁に刻んで、ずっと、待っていたんです。では、なぜ私だったのか。私は、カメラを持っていた。記録するものとして、そこに立っていた。彼女にとって私は、初めて、見ようとした人間、だったのかもしれません。冷たい手が私の手首を掴んだのは、行かないで、ではなく、見てくれてありがとう、だったのかもしれない。そう思った時、私の胸に何かがこみ上げてきました。恐怖ではなく、深い、悲しみでした。でも、話はここで終わりません。翌朝、私のカメラに、夜、誰も触れていないはずのカメラに、新しい映像が、一本だけ記録されていました。翌朝、私はホテルの部屋で目を覚ましました。カーテンの隙間から、鈍い朝の光が差し込んでいました。夢だったのか、それとも、あれは全部本当のことだったのか、ぼんやりとした頭のまま、私はカメラを手に取りました。そして、再生ボタンを押しました。IMG、薄暗いホテルの部屋、震える手でカメラを操作する人物。昨夜撮影したはずの映像が、順番に並んでいました。地下へ降りる階段、コンクリートの壁、無数の指の跡、そして、知らない映像が、一本だけありました。私が撮った覚えのない映像が、タイムスタンプは、深夜の3時17分、地下室を出た後、私はもう一度だけ戻ったのでしょうか。いいえ、違います。私は一度も戻っていない。震える指で、再生しました。IMG、カメラの液晶画面に映る、暗闇の中の映像、映っていたのは、部屋でした。私が立っていた、場所。でも、カメラはゆっくりと、壁に向かって近づいていきました。指の跡が、びっしりと刻まれたその壁に、カメラが止まりました。そして、画面の中で、一本の指が、壁の上を、ゆっくりと動き始めたのです。IMG、
壁に新たな指の跡が刻まれていく。暗い映像のクローズアップ。音はありませんでした。声も、叫びも、ただ、その指は静かに、何かを書いていました。私は画面を凝視しました。文字でした。中国語でも、日本語でも、ない、かろうじて読める。古い文字で、まだ、ここにいる。と、そう書かれていました。映像は、そこで途切れていました。私は長い時間、画面を見つめたまま動けませんでした。恐怖ではありませんでした。もうそれは恐怖ではなかった。あの冷たい手は、あの逆再生のシャッター音は、消えていった命たちの最後の言葉だったのかもしれない。忘れないでくれ、という静かな叫びだったのかもしれない。上海の地下に、今もあの部屋はあります。壁には今も、無数の指の跡が残っています。そしてあの映像は、今も私のカメラの中に残っています。次回は、あの夜から1週間後に起きたことをお話しします。あの夜から、何かが変わりました。大きなことではありません。でも確かに、何かが、まず、眠り方が変わりました。以前は布団に入ると、すぐに意識が消えていました。でも今は違います。目を閉じると、あの部屋が浮かぶのです。暗いコンクリートの壁、無数の指の跡、そして、あの冷たい感触、怖いわけではありません。ただ、忘れられないのです。次に、写真の撮り方が変わりました。以前は、ただシャッターを切っていました。綺麗だから、面白いから、という理由で。でも今は、一枚一枚に意味を考えるようになりました。この場所に、誰かがいた。この壁に、誰かが触れた。そう思いながら、カメラを向けるようになりました。そして、もう一つ、歴史というものへの向き合い方が変わりました。上海の廃疎会、日本占領期の拷問室。それは、教科書の中の話ではありませんでした。壁に刻まれた指の跡は、本物でした。私の手首を掴んだあの感触も、本物でした。歴史は、終わっていない、そう気づかされました。あの地下室は、今もそこにあります。誰かが訪れるのを、待っているかのように、忘れないでくれ、という言葉を、次の誰かに伝えるために、私はこの体験を動画にしました。それが、私にできる唯一のことだと思ったから、あなたが今、この映像を見ているということは、あのメッセージは、確かに届いたということです。次回は、エピローグ。あの夜から1週間後、私の身に起きたことをお話しします。あれから、1週間が経ちました。日常は、何も変わっていないように見えます。でも私は知っています。何かが変わってしまったということを、夜中に目が覚めると、あの地下室の冷たい空気を思い出します。コンクリートの壁に刻まれた無数の指の跡、天井から伸びてきたあの冷たい感触、逆再生され続けたシャッターの音、それらは今も鮮明に私の中に残っています。先日、撮影した映像を見返していた時、一箇所だけ音声が乱れている箇所がありました。雑音の中に何かが混ざっているように聞こえたのです。何度聞いても同じ部分で同じ音がします。私にはまだそれが何なのかわかりません。ただ一つ確かなことがあります。あの場所に残っているものはまだ語り続けています。忘れないでほしいと、消えないでほしいと、あなたも今夜静かな部屋でこの映像を見ているなら、どうか耳を澄ませてみてください。何かが聞こえるかもしれません。